皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今これを録音しているのが5月18日なんですが、いやー最近本当に暑くなってきました。ここ数日何回か雨が降って、で雨が降ったら涼しくなるのかなと思いきや、もう一気に蒸し暑くなって、そろそろエアコン入れる季節なんかな、でもまださすがに早いよなっていうちょっと悩んでいるところです。夏になるのは嬉しいし、気温が暖かくなるのは嬉しいし、私は夏が好きな方ではあるんですが、でもまた蒸し暑い夏が始まるのかと思うとちょっと憂鬱な気分にもなったりします。ってことで今回のテーマは日本のコンビニです。日本のコンビニはインスタとか TikTok とかいろいろ見てると、いろんなバズってる動画とかたくさん見たことあるかなと思います。なので興味がある人も多いかなと思って、今回は日本のコンビニについてお話ししていこうと思います。コンビニがたくさんある国に住んでいる方は、自分の国のまたは自分の家の近くにあるコンビニと比べてこんな違いがあるんだとか、コンビニやから大体は似ているような、一緒よなっていう部分もたくさんあると思いますが、そういった感じで比べながら聞いてもらえると、面白くなるかなと思います。またコンビニがあまり家の近くにない、または自分の国にはあまりないっていう方がいましたら、こんな感じなんだなっていうのを日本に来た時に行ってみようみたいな、そういう参考にしてもらえればなと思います。日本にはコンビニがたくさんあります。本当にたくさんあって、種類いろんな会社がやってるコンビニがあるんですが、大きく3つのコンビニがあります。メインがこの3つになります。それがセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、この3つになります。なので今からお話しすることは基本的にはこの3つのコンビニをベースにお話ししていこうと思います。まず日本にコンビニって本当にたくさんあります。都会にはめちゃめちゃたくさんあるし、田舎に行ってもコンビニはあるっていう地域がほとんどかなと思います。何かしら、一つのコンビニはあるっていうところがほとんどだと思います。具体的な数でどのぐらいあるかなんですが、セブンイレブンがだいたい約、2万1000個、2万1000店舗あります。セブンイレブンが一番多くて、で2番目がファミリーマート。これが1万6000店舗ぐらいあります。でその次にローソンで1万3000店舗ぐらいあります。その他はもうぐんと数が低くなって1000店舗とか何十店舗しかないコンビニっていうのもあります。なので基本的にはこの3つについてお話ししていこうと思います。でコンビニって言っても本当にたくさんいろんなものがあるので、コンビニのこれについて聞きたい、あれについて聞きたいといろんな興味があるものが違うかと思いますが、まずはコンビニに売っている食べ物からお話ししていこうと思います。食べ物一つ目はおにぎりです。やっぱり日本のコンビニといえばおにぎり、そして日本食といえばお米、そしておにぎりにつながってくるかなと思います。で私もコンビニのおにぎりはめちゃめちゃおすすめしたいです。なんでかっていうと、とにかくまず種類がたくさんあります。種類がたくさんあって、季節限定のものとかもたくさんあります。そして何よりめちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しいので、ちょっと小腹が空いたってなったらコンビニ行っておにぎり買ってそれを食べるっていうのでも本当に満足できる、そういった、ご飯になります。私がいつも食べるのはツナマヨです。ツナとマヨネーズが合わさったツナマヨというおにぎりをいつも食べます。なので何好きですかって聞かれたら必ずツナマヨって答えます。
で、もう一つはイクラです。イクラっていうのはサーモンの卵なんですけど、これが私はとても好きで、おにぎりの具でもイクラが大好きなんですけど、イクラっていうのは少し高級な食材です。少し値段が高いです。なので本当に大好きなんですけど、毎回買うかと言われるとそうではないです。ちょっと旅行に来て気分がいい時、あとは今日ぐらいちょっとだけ贅沢しようみたいな時にイクラを買います。あとおにぎりでど定番のやつ、本当に定番、どこに行っても売っているっていうのであれば、鮭のおにぎりとか、あとは昆布のおにぎりとか、あとは塩だけ振った塩おにぎりとかもあると思います。あとは本当にコンビニによって違うものもあるんですけど、私がたまに食べる好きなのはオムライスのおにぎりがあります。ご飯がちょっとケチャップで味付けされていて、卵が乗っているおにぎりがあるんですが、これがとっても好きです。あと私は食べないですが、私の友達とか好きな人は結構いるだろうな、でも好き嫌いははっきり分かれるだろうなっていうものは納豆巻きです。納豆がご飯の中に入った納豆巻きというおにぎりがあります。納豆は大豆を発酵させたネバネバしたちょっと匂いがきつい食べ物なんですが、何でも挑戦してみたい、いろんなちょっとユニークなもの、日本っぽいものを食べてみたいという方は、納豆巻きを食べてみてください。一個注意ですが、やっぱり匂いが少しあるので、なんかめっちゃ密閉空間で食べるのは控えておいた方がいいかなと思います。じゃあおにぎりの次はサンドイッチです。サンドイッチとかパンですね。これも本当にたくさん種類があります。あとコンビニによってもいろんな違うサンドイッチだったりパンが売られているので、日本人なら誰しもこのサンドイッチが好きとか、セブン入れのこれが好き、ファミマのこれが好きっていう自分のお気に入りを持っている方が多いかなと思います。私はセブンイレブンに売っている照り焼きチキンと卵のサンドイッチがあるんですが、それが本当に大好きです。サンドイッチといえばそれです。それをいつも買います。なので皆さんもいろんなサンドイッチを今まで食べてきたことがあると思いますが、もしセブンイレブンに行く機会があれば、その照り焼きと卵のサンドイッチを食べてみてください。あともう一つ、ファミリーマートに売っているクロワッサンの中に板チョコみたいなのが入ったパンがあります。これも私は子供の時から本当に大好きで、いつも食べていました。なんかちょっと部活の試合がある日、ちょっと遠くへお出かけする。だからコンビニで昼ご飯を買っていくっていう時があったんですけど、その時はいつもこのクロワッサンの中にチョコレートが入ったものを食べていました。最近はもう本当に食べていないので、最後いつ食べたかはわからないですが、子供の時の思い出みたいなそんな感じのパンです。そんな感じの食べ物です。あとはその他にもコンビニといえばいろんなお惣菜というか電子レンジでチンしたらすぐ食べれるようなそういった食べ物もたくさんあります。なので一人暮らしをしている方で料理をするのはめんどくさい、でも何か毎日違うものを食べたいっていう方にはコンビニが本当に味方かなと思います。違うコンビニに行けば違ういろんな種類の食べ物が売っているし、自分で料理をする手間が省けるし、でもちゃんと美味しいね調理されたものとかが食べられるので、簡単なお弁当の代わりとして、または晩ご飯に一品ちょっと何か足す、自分で作るのもあるけど、そんなね2品も3品も作ってられないから1品コンビニで買ってきてそれを食べるみたいな、そういった感じでもめちゃめちゃコンビニって優秀で役に立つ本当に日本人の味方だなと思います。ではその次はスイーツです。スイーツはデザート、甘いものですね。そういったのもコンビニにはたくさんあります。これも、セブン入れ、ファミマ、ローソンって行くコンビニによって全然違うものが売っていたり、あとは季節限定でいろんなものが売っています。本当にどの頻度でね商品を入れ替えているかは分かんないんですが、毎月のように新商品が出ているところもあると思います。
例えば4月だったら桜系の桜餅とか桜関連のデザートがあっただろうし、何があるかな。なんか秋だったらさつまいも系のスイートポテトを使ったデザートもたくさんあっただろうし、そういった感じで毎月とか毎シーズン新しい新商品がたくさん出ます。なのでコンビニのスイーツといっても本当に違うものをどんな時でも違う新しい味を楽しめるし、または定番のもあるしっていう、結構最強だなって思います。私が好きなのはファミリーマートに売っているなんかちっちゃいクレープみたいなのがあるんですけど、その中にはチョコレートとバナナと生クリーム、ホイップクリームが入ったものがあるんですが、それがめっちゃ好きです。なのでファミマに行ってそれが売ってたら結構な、高確率でそのデザートを買って食べます。コンビニって本当にどこにでもあるので、例えば今日めっちゃ仕事頑張った、疲れた、何かちょっとしたご褒美が欲しい日とか、学生だったらよっしゃ今日でテスト終わった、この1週間この2週間めっちゃテスト勉強頑張ったから今日ちょっと何かご褒美自分に欲しいなみたいな時にコンビニのスイーツがめっちゃいいなって私は思います。だし学生の時はよくそんな感じでスイーツを買ってたなって思います。そういうちょっと頑張った日、自分にご褒美をあげたいけどそんなに大金を使いたいわけではないみたいな時に、夕方とか夜家に帰る前にコンビニに寄って、好きなデザートを買ってそれを家で食べるっていうのがめっちゃ私的にはいいなって思います。では次、ここ結構国によって、今まで私が行った国によって違ったなっていう部分があるんですけど、それはホットフードです。例えば日本だったらチキンとかホットドッグ、アメリカンドッグとか、あとは焼き鳥とか肉まんとかそういったものが売ってるんですけど、そういうあったかい食べ物、それが結構国によって違うなって思ったし、あと日本のこのホットフードはめっちゃおすすめなので一回食べてみてほしいなって思います。とっても有名なのがファミリーマートのファミチキ、ローソンの L チキ、セブンイレブンの7チキというチキンがあります。揚げられたチキンなんですけど、これを一回食べ比べしてみてほしいなって思います。ちなみに私が一番好きなのはファミリーマートのファミチキです。これもやっぱりこういうチキンを毎日食べてたら体に悪いしダメだなって思うんですけど、ちょっとなんか今日ぐらいいっかみたいな日に、ファミチキを買ってたまに食べたりします。これは結構似てるし味の違いもほとんどないかなって思うんですけど、各コンビニが推しているそのチキンがあったりなんか商品があったりするので、食べ比べするのもいいだろうし、一つのコンビニでいろんなホットフードを買ってみて食べてみるのもいいかなと思います。あと季節限定で冬だったらおでんがあります。コンビニのおでん。これも寒い冬にね、うわもう凍えそうみたいな時にコンビニのおでんを買ってちょっとスープを飲んで体と心を温めてっていう、これも結構冬には欠かせないものだなって思います。あと私個人的には日本のホットフードもめっちゃ大好きだけど、海外でもなんか結構違うなって、ショックじゃないですけどカルチャーショック的な部分が大きかったなって思います。私が覚えているのはメキシコに行った時、メキシコのセブン入レとかオクソっていうコンビニがあるんですけど、そこに行った時にソーセージがこうなんていうんですか、なんかくるくる回るローラーの上にソーセージがそのまま置かれていて、そのまま温められていてっていうやつ、それが結構衝撃的でした。私は見たことがなくて、そのメキシコで見るまでは。なのでこんな感じでソーセージ売られてるんやっていうのが結構衝撃的でした。それはちょっとした違いですけど、そういった違いがあるなと思いました。食べ物はこんな感じで本当にたくさんいろんな種類が置いてあるんですが、飲み物もたくさんあります。もう皆さん一回は見たことあるかなって思うんですけど、セブン入れに行くとスムージーを作ることができる機械があるんですけど、ただお水が売っている、なんかお酒が売っている、ジュースが売っているじゃなくて、
その場で何かフレッシュなものが買えるっていうのも日本のコンビニのいいところだなって思います。あとコンビニで買えるものとしてコーヒーがあります。コンビニのコーヒーが一番美味しいとは思わないというか、一番いいクオリティではないかもしれないんですけど、コンビニで買うコーヒーは安くて普通に美味しいって私は思うので、なんかね、朝例えば出勤する方、仕事に行く方とか、ちょっと学校に行く前にコーヒーを飲みたいっていう方はコンビニで安いコーヒーを買って、学校に行ったり出勤したりっていう方もめちゃめちゃいると思います。で、私も旅行に行ったりとかして朝コーヒー飲みたいな、でも近くにカフェとかないなとか、まだオープンしてないなってなったらコンビニに行っていつもコーヒーを買います。で、普通のアメリカーノだったら小さいサイズだと200円ぐらいで買えたりするので、200円でコーヒー買えるならめっちゃいいやんって思ったりします。例えばマクドナルドとかでも安いコーヒー売ってるんですけど、それに比べたらコンビニで買うコーヒーの方が私個人的にはいいな、美味しいなって思います。では、日本のコンビニでは食べ物を買う、飲み物を買う以外にもできることがたくさんあります。なのでそれを少しお話しして終わろうかなと思います。これはもう皆さん知っていると思うんですが、日本のコンビニでできること一つ目はお金を引き出すことです。日本のコンビニには ATM があります。小さい ATM がほぼ 100% ぐらいであると思います。なので例えば日本だと現金が必要な場面とかまだまだたくさんあると思います。そんな時に現金ないどうしようってなっても、近くのコンビニに行ってさっとお金を下ろしてきて現金をゲットできるっていうのはめちゃめちゃいいことだし便利なことだなと思います。もちろんその ATM なのでお金を引き出すだけじゃなくてお金を入金することもできます。なので銀行があまり近くにない遠いっていう方でも ATM があるので、コンビニに行けば ATM があるので、それはとっても便利なことだなと思います。でもコンビニの ATM って結構手数料がかかったりするので、それは要注意だなって思います。その次にコンビニでできることは荷物を送ることです。日本でめちゃめちゃ有名なフリーマーケットのアプリ、サイトがあるんですけど、その荷物を発送したり、または普通に皆さんがちょっと荷物を発送したい時とか、あったりするじゃないですか。ほとんどない方もいるかと思いますが、それがあるんですよ。そういうフリマが日本では結構有名なので、もうこの服着ないな、ちょっと売ろうとか、この本も一回読んだからもういいやとか、このコスメ一回自分で使ったけど合わないなみたいなやつを本当に簡単に売れるサイトがあります。それがメルカリって言うんですけど、そのメルカリの発送とかそういうのを本当に簡単にコンビニでできます。なのでこれは本当に便利だなって思います。その次はお金の支払いです。例えば税金を支払う時とか、請求書が届いてそれを支払う時にコンビニが使えます。もちろんその他の方法もあるんですけど、税金だったらいちいち指定された場所に行って払うとかではなく、もうコンビニで全て完結します。水道代、ガス代とか電気代とか、そういうのをコンビニで払っている方もたくさんいるかなと思います。あとはコンサートとかイベントとかのチケットのお支払いとか、そのチケットの受け取りとか、そういうのも全部コンビニでできます。例えばまだクレジットカードを持っていない学生だったり、クレジットカードの不正利用があって使えなくなったっていう、一瞬クレジットカードが使えない時、他の支払い方法が使えないみたいな時でも、もうコンビニに行けば多分ほとんどそういう支払い問題は問題なく完了できます。あと最後にあるとすれば印刷です。プリントすることです。例えば一人暮らしをしてて、そういう大きなプリンターを持ってる方ってほとんどいないかなと思います。
なんかこのプリントちょっと印刷せなあかん、この書類印刷してその紙を提出しないといけないみたいな時にコンビニに行けばすぐ印刷できて、書類提出遅れたとかトラブルになったみたいなことも防げるので、もう本当に日本のコンビニがどれだけ日本人の生活をね救ってるか、豊かにしてるか、便利にしているかっていうのがわかるかなと思います。コンビニはなんかお菓子を買うとか飲み物を買うっていう場所ではあるんですけど、それ以外にも本当にたくさんのことができるし、いろんなものが売ってるし、最近は本当にどんどん広がってきているので、その売っている種類も多くなってきているので、もう本当に便利でありがたい場所だなって思います。いろんなね食材を買いたい、飲み物を買いたいってなったら近くのスーパーに行った方がいいと思います。スーパーの方が大体は安いです。ちょっとだけ安かったりするんですけど、ちょっと何か欲しいって時にコンビニがあればもういつも私たちの味方っていう感じなので、今日本に住んでる方はもうコンビニがどれだけありがたいかっていうのがわかるかなと思いますし、あとこれから日本に来る方、日本に旅行する方は日本のコンビニはぜひ行って、このファミマ、ローソン、セブン入れ全部行っていろいろ食べ比べしてみたり、日本のコンビニエクスペリエンスみたいな感じで、旅行を楽しんでいただければなと思います。今回は日本のコンビニについてお話ししました。日本には本当にたくさんコンビニがあって便利で、もう何でも売っていてっていう、本当に日本人の味方だなって思う場所になります。例えばセブン入れのなんかスムージーがあったり、いろんなね新しい新商品が毎週出たり、スイーツでも期間限定のものとかたくさんあったりするので、ただその食べ物が売っている、飲み物が売っているっていう場所ではなく、結構いろんな楽しみがある、毎回行くときちょっとワクワクするような、そんな場所だなって私は思います。特に私はコンビニに頻繁に行く方ではないので、本当にたまにしか行かないので、あとは旅行した時とかそれぐらいしか行かないので、だからこそ行く時に毎回ちょっとワクワクするような、そんな場所になっています。海外旅行をした時にコンビニがある国だったらコンビニに行ってみるっていうのは私の中では結構好きなアクティビティではあります。ちょっとした違いもあるし、例えばメキシコのコンビニに行っておにぎりを買おうと思ったらめっちゃ高くてみたいな、そういうショックもあるし、逆にうわこんなもの売ってるんやとか、こんな食べ物こんな感じで売ってるんやみたいな、なんか楽しさとか驚きもあるし、本当に面白い場所だなって思います。皆さんの国にあるコンビニは、私の国ではこんなものが売ってるよ、多分日本のコンビニではないかなみたいな、そういうユニークなものとか違いがあればぜひコメントで教えてください。あとまた日本のコンビニに行ったことがある方、今日本に住んでいる方などは、ここのコンビニのこの商品が好きみたいなおすすめなどもあればぜひコメントで教えてください。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。